よし。11時15分にホテルの前でもう一回集合する形を取ろうと思うので、それに合わせて動いてください。チャレンジ始めます。お願いします。よし。で、上り強そうなのが津軽とね、富岡は強そうだから、今井さんにで、いつもこの坂結構ね、もっと長いから今回は新入生が多いんで400にしました。で、あとハーフ走った後のものがね、導入の、スピード練習になってくると思うので、400にしてるんで、しっかり最後まで走りきれると思いますね。いつものように、上りで、だいたい320、30ぐらいまでのところに行って、最後の7、80メートルはちょっとフラット気味のところになるんで、上りのところでね、しっかり全身使うような動きで、力んじゃダメ、肩ガチってなっちゃダメ、力まないいい動きで走り切る。で、特に、上り切ってからのちょっと平坦なところあるから、そこはいい動きで崩さないように、とにかくタイムがどうこうっていうよりも心拍数を上げる、ね、動きを崩さない、そういうところで、グループ分けはしてますけども、その中で、自分が相手に負けないぞっていうようなね、相手をこう刺激するような、走りをしてもらえればいいわけなんで、このタイムで絶対行かないといけないね、できるだけこう人から離れない、そういうふうな形で、今回のね、練習、さっきの目的、心拍数、ね、心肺機能の負荷を入れる、ね、で動きを崩さずに、しっかり脚筋力強化していくっていうような、目的でやりたいと思いますので、そこをしっかり、ね、頭に入れて、今日410本やるようにしてください。ね、上級生にとってはいつもよりか距離も短いし本数も短い、ね、集中してこの一本一本集中して、ね、やるようにしてください。いいですか？はい、はい、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。いいよ、いいよ。よし。ちょっと最近、大学で見ていて力加減も少しずつ見えてきましたし、起伏の、ジョギングしてる姿見てちょっと登れるのかなとか、そういうところで判断して、タイム順でいけばもっと違った形だったと思うんですけど、ちょっとランダムにした方がいいのかなっていうところで分けました。タイム持ってても上りになるとちょっと様子が変わったりとか、ただやっぱり今日見てると大体力通り走ってたのかなというふうには感じました。
ぱ。きついと思います。ただタイム設定はしてないんで、どれだけこう自分たちで目的を持って心肺機能に負荷入れれるかどうかっていうところと、やっぱりこう弱点が見えるなって思いますね。特に新入生なんで、どこの部分鍛えていかないといけないのかっていう弱点が分かりやすいんで、ちょっと面白いなと思いながら見てます。大きい筋肉使ってね、大きい筋肉使って。やっぱり学びの部分だったりとか、大学でどういう授業で競技に直結する学びだったり、そういうところを売りにする、またあとは本学は医学部とのタイアップがあるので、そういう医療的なところのサポートの強みだったり、そういったところを売りにしてますけど、トレーニングで言えば本当にいろんなトレーニングしてますので、特に黒缶には、力を入れてると思ってます。でそれがこう土台となって大学卒業してからもしっかり力をつけてる選手がいるので、そういったところをアピールしてるかなと思います。整えて動き抜かない。自分に負けないぞ、自分に負けないぞ。やっぱり10月に一度ピークを持っていかないといけないという難しさは当然あるんですけど、予選会に向けて年間通してやっぱり長い距離の準備をするっていう部分でいけば、予選会があっても箱根駅伝に向けてマイナスにはならないのかなと思ってます。ただ本学の場合はトラックシーズンインカレなどがあるので、そこの影響はすごくこの2年間出てきてましたので、今年は予選会がない分しっかり個々の力をトラックで発揮させて、で三大駅伝出雲、全日本、箱根っていうふうに挑んでいきたいなと思ってます。はい。よいしょ。もともと自分自身は駅伝が好きで、駅伝しか走ってないようなタイプの人間だったので、ただやっぱりその順天堂大学っていうところはインカレもしっかり戦っていく、で個人で世界を目指していくっていうところにやっぱり基盤があるので、大学に戻ってきて指導する中で先人たちがやってきたというか、順天堂のカラーっていうところをすごく大事にしていく中で、駅伝以外のところの面白さっていうのを指導者になって気づいて、特に塩尻和也だったり三浦龍司が世界にこう出ていくような機会を、特に三浦なんかは本当遠征も一緒に行ったりとかして海外のレース見てすごく刺激を受けましたし、それがやっぱり駅伝だけではなくてこういうところを目指す選手がもっともっと増えてもいいんじゃないかなっていうのは感じましたね。
結構豊作。美女いい。楽しい。上りはちょっとね、余裕ぶる顔できなかったけど。どうせなら富士山ばっかりで走って。いやいや、撮ったよ。はい。お願いします。ラスト。スタート前に、目的を、話しました、タイムじゃありません、心肺機能に負荷を入れる、動き、崩さない、しっかり脚力強化をやるっていうところでね、目的を伝えてますので、それがね、タイムどうこうじゃなくて、自分たち自身がね、そこの目的をしっかり、ね、達成できたかっていうのは、それぞれで、ね、確認してほしいなと思いますし、またね、こういう練習するとね、やっぱりちょっと、途中声かけたりとかしてましたけど、弱点がね、すごく出てきますね。このね、弱点をそのままにしないね、やっぱりそこが強くなれば、もっとね、走れるようになるわけですから、弱点をね、しっかり、強化して克服してね、次、同じような練習やるときにはね、またね、成長したなっていうようなね、姿が見れればいいかなと思いますので、今回の練習がね、苦手だった、ね、ちょっとやっぱ力ないなと思うものに関してはね、大学戻ってから、ね、大学の入り口の坂とかあるんで、そういうところでね、坂で流しするとか、やっぱ工夫がね、必要だと思います。ね、与えられたものでやるだけではなくてね、自分で、そういう弱いところを見つけたらね、どう克服していくかっていうのが、やっぱりね、大学生では必要なのかなと思いますので、特にね、新入生、こちらが見てても、なんか弱点がね、すごく、見えてきましたので、しっかりね、そこを一緒にね、強化できたらなと思いますね。それはね、自分たち自身が理解しておかないといけないね。それをね、しっかり今後に生かす。いいですか？はい。はい。で、普段ね、使ってない筋肉使ったりとか、結構上半身にね、力みがあったので、次の練習に影響出ないように、しっかりその辺だけは、ほぐしてね、準備するようにしてます。いいですか？はい。はい、じゃあお疲れ様でした。練習のポイント練習とかそういうところの内容っていうのは正直あんまり変わってないのかな。本当に学生の意識の差、意識が高くなったりことによって、普段の、ジョギングの内容だったり、当然距離だったりで、ケアの仕方、補助トレーニングの仕方、そういったところが変わってきた。なので、余裕を持ってポイント練習を行えるようになったりとか、そういったところなのかなと思います。大きく変えたところは、練習のところで大きく変えたところは正直あんまりないので、もう学生たちの意識が大きく変わったんじゃないかなと思ってます。常に、一緒に練習してるっていうような状況ではないんですけど、彼がその練習に向けての準備だったりとか動き作りだったりとか、そういうのをすごく丁寧にやってるので、学生たち後輩たちもそこを見て、ウォーミングアップだったり、普段のジョギングの日の動き作り、そういうのをこう意識して取り組んでる学生っていうのは多いのかなと思ってます。当然箱根駅伝を軽視するわけではないと思うんですけど、やっぱり陸上競技、個人種目で、しっかり個々の力を、つけて、当然得意種目もありますし、そこをしっかり導いた中で、後にこう箱根駅伝がある選手が、長い距離が得意だとか、箱根駅伝を目指したいという選手がいるので、そこをしっかりこう導いて、やらなきゃいけないなっていうところで、両立できてるのかどうかは、分かりませんけども、やっぱり、そういうどこに自分が行きたいのかっていうところをしっかりサポートしてあげたいなと思ってます。そうですね、やっぱり特徴もしっかり
その選手学生の得意な部分っていうのはしっかり伸ばしてあげないといけないですし、その中でもですねやっぱり短いミドル系の子でも箱根駅伝目指したいっていう学生が出てきてるので、そこは一度はチャレンジはさせますけど、やっぱりその選手の特徴っていうところを壊したくないなっていう部分は正直あって、でもやっぱり箱根駅伝をみんな目指したがるんで、そこの難しさというか、それだけじゃないんだよっていうところはなんか伝えていってるところはあります。自分自身が3000障害をやってなかったので、あんまり壁を感じない状況で、三浦の指導に当たってるところは正直あって、もっといけるだろうという気持ちでやってますし、とにかくすぐに質を上げるっていうよりも、同じことをずっと継続していって、余力ができたらちょっとペース上げて質を上げてっていうことを繰り返してやってきてるので、もうちょっといけるんじゃないかなっていうのはあります。やっぱりもう高校生の時から彼は3000障害に関してはやっぱ強かったので、そこをどう伸ばしていくかっていうところと、天才と言ったらあれですけど、すごく自分の中で感性があるので、その感性を崩さないようにこちらも声かけしていかないといけないなっていう部分はあるので、感覚を大事にしてあげてます。やっぱり日本のトップレベルの選手であっても、三浦とかもそうですけど、やっぱり先ほども言ったように、自分の感覚っていうのをすごく大事に持ってるので、そこをしっかり伸ばしてあげる、理解してあげるっていうところと、箱根駅伝やっぱり目指すレベルの選手学生っていうのはやっぱりこちらでしっかり導いてやんないと、自分で何かできるっていうようなレベルではないのかな。なので結構教え込むというか、こうした方がいいんじゃないかっていうことをきちんと話して指導していることの方が多いかなと思います。